新党中道改革連合、インターネット上で有権者に対して逆切り姿勢を示し、X では大炎上する政治家が続々登場しています。皆さんごきげんよう、上川薫です。衆議院解散に向けての政治的な動きが強まっています。その中でも、立憲民主党と公明党の作る新党中道改革連合は、インターネット上では中核連と称する人が非常に多くなっているのが特徴です。この中核連、集まった議員の数から言えば非常に大きな勢力なのですが、インターネット上では過去の発言との整合性が全く取れないことから、特に立憲民主党の議員に対する猛烈な反発が発生しています。通常新しい党ができれば何らか期待がされることがあるのですが、今回の新党に関しては、特に立憲民主党の支持者も含めて、さらには本来であれば無関係の人たちも含めての大荒れの展開となっています。まず最初に、中核連の新しい政策は基本的には公明党を母体としている関係で、そちらの政策にかなり寄っています。ですから、公明党の支持者やもしくは公明党出身の議員の人たちからしてみれば、それほど大きな問題点はありません。問題なのは、大きな政策変更が行われた立憲民主党の議員たちです。わかりやすい例は2つ。まず第一に、原発ゼロ政策の完全な転換。もう一つが、安保法案に対する対応です。立憲民主党は以前からずっと原発ゼロ政策を掲げて、実際にそうした法案も国会で提出したこともあります。ところが、中核連の新しい政策においては、原発の再稼働について認める方針を示しており、従来の原発ゼロ政策とは全く異なるものです。これに関連して、今日最も激しい炎上をしていたのが、松下玲子衆議院議員です。X でこのように発言しているのが問題となりました。原発再稼働反対です。入った上で中で頑張りたいと思います。この中でというのは新党に入った上で、原発再稼働反対に向けて政策をもう一度転換させようという決意表明です。しかし、ここで最初の問題があります。そもそも新しい党の政策として打ち出したものに、最初からこんなものには従えないと言いつつも、しかし入党して選挙に出ると言っているわけですから、中核連がいかに選挙互助会に過ぎない、信念なき政策であるかを表しています。しかし、そのことをインターネット上で猛烈に批判を受けると、この発言を削除しました。その上で次に出てきた言葉がこちらです。言葉が足らず、覚悟に欠ける投稿があったことを心からお詫び申し上げます。立憲民主党と公明党が結党した新党、中道改革連合の理念である生命、生活、生存を最大に尊重する人間主義のもと、綱領に掲げられた5つの柱を政策に掲げています。この理念と綱領の実現に賛同し、中道改革連合に入党しました。理想を掲げながら、現実的な政策実現のために結集する、その責任を果たす覚悟を持って、私は新たな歩みを始めてまいります。さて、この言葉からあなたは何を読み取れるでしょうか。松下議員は果たして原発政策に対して反対なのでしょうか、それとも再稼働を認めるのでしょうか。発言を削除した後に出てきたこの言葉からは、どちらの考えを示しているかは全くわかりません。少なくとも最初に問題視された発言は、党の政策は全く無視して、しかし党に入りますよと宣言していたものであり、結局のところ、反原発の考え方を変えないままに再稼働を認める党に入党するという非常に不誠実な行動をとっています。こうした不誠実さといったものはインターネット上で言い訳がましいであるとか、従来の批判は何だったのか、矛盾しているじゃないかといったような批判を招いています。政党の中枢にいた人物についても同様の対応をとっています。インターネット上で大炎上しているもう一人の議員が枝野議員です。枝野議員は立憲民主党では原発ゼロ政策を掲げたのにもかかわらず、原発ゼロ政策に関して誤解が国民の間に広がっていたんだという具合にして、立憲民主党は全ての原発の再稼働の停止やもしくは稼働停止を目指したことはないと言い訳をしました。しかし、党の政策として掲げられていたし、法案も党として出したし、本人のブログでも原発ゼロ政策を掲げていた。国会の質疑応答でもそのような発言をしていたという具合にして、様々な過去の発言や証拠といったものが突きつけられる事態となりました。
それでもなお、枝野氏は、そのように誤解させてしまった候補物があったことをお詫びしますという具合にして、立憲民主党は原発ゼロ政策なんて掲げていなかったんですよと歴史の捏造を始めました。これもまたインターネット上における嘘つきというレッテルを貼られることとなりました。安保政策についても同様にして、従来の発言と全く異なる見解を示す者がいます。例えば幹部の一人である安住氏は、沖縄の基地移転に関連しての話で、従来は移転に反対していたが、政権を担うことを目指す状態になった今では、まあ認めるでしょうみたいな話をしました。このような発言は沖縄において基地反対活動を行っている政党の支持者の人たちを全員バッサリと切り捨てるような行動です。ただし、地元の人たちは別にどうでもよいと考えたのでしょう。基本的に現在の立憲民主党は公明党とくっつく上で新党になって、政策はあくまでも公明党寄りのものになっています。安住氏はこの発言によって沖縄の県連などからの批判を受けていますが、言葉足らずであったとして、一応謝罪はしています。ただしそれが一体誰に向けての謝罪かは不明瞭なままです。そしてこの安保関連の話としては、政府が推進してきた安保関連法案に関しても、従来の彼らの立場は違憲部分があるのだから廃案をすべきだというような話をしていました。これに関連しても、新党になったからには、安保法案に関しては別にこれを認めるという方向へと大きな転換を図っています。これに関しても従来から猛烈に批判していた小西議員などは、まあそんなことも言っていたよねぐらいの感じでものすごい軽く自分の発言、自分のこれまでの態度について反省する気配すらなく、あっという間に変節を見せています。反原発活動にしても、安保関連の動きに関しても、立憲民主党の議員はこれまで政府批判を繰り返してきました。中にはデマ同然のことを堂々と言いまくっていたような議員たちについても、今では新しい党の政策に基本的には従う立場を示し、入党手続きを済ませています。これをもってインターネット上では、ああよかった現実路線になったんだなと喜ぶ人がいますが、ここに大きな問題があります。今回の変節、ものすごく大きな問題なのは従来ずっと彼らの持論としていたものが新党になりますよとなった途端コロッと変わったわけです。つまり批判のための政策を主張していただけで彼らにしてみればいつでもコロコロと政策を変えますよということを示したものであり全く信念がないことを示しています。今回の選挙のために作られた新党ですから今後選挙が終わった後にやっぱり反原発姿勢に戻りますわであるとか政府の進めてきた安保法案に関しては、選挙の時は認めると言ったけれども、選挙が終わったんだからこれからは認めませんぐらいの形で、あっという間に元通りになる危険性を含んでいます。彼ら立憲民主党の議員たちがいかに政府に反対するためだけに理論構成を行って批判を行ってきたか、非常にわかりやすい例です。彼らのような信念のない政治家たちが政権中枢に近づくことは、はっきり言って日本にとっては危険なだけです。ただしこのような無茶苦茶な政策変更をこのまま受け入れて選挙に突入するわけですから、従来からの支持者からは批判されることは間違いないでしょう。少なくとも彼らは反原発政策を掲げて、また日本政府の進める安全保障関連の話に関しても常に反対派でした。それを支持してきた人たちもそれなりの数いるわけです。一晩で政策がひっくり返ったぐらいの勢いで変わるわけですから、支持者の中には自分たちの支援してきた政党が完全に本当になくなったんだなというのを実感する方もおられるでしょう。果たしてこれらの人たちがそのまま投票するかどうかは疑わしいものです。だからこそ今、世論調査においては、従来の立憲民主党の支持率と公明党の支持率足し算したのにもかかわらず、他の野党、国民民主党と政党支持率が近しいなんていう結果も出ています。この低い政党支持率は明らかに国民の側から見て、彼らが選挙のためだけに集まって、しかもその政策は彼ら自身にとっても全く信念にないその場限りの選挙を乗り切るためだけのまやかしのような政策だと評価しているからだと思います。このようにその場限りで思いついたような政策で騙せると思っているのでしょうか。あなたは立憲民主党の政治家たちが示している二枚舌や矛盾に満ちた話をどのように思われたでしょうか。
ぜひともコメントしていってください。それでは今回のエピソードはここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。情報の更新に役立ったなと思われる方は、ぜひとも評価とフォローをお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。